こんにちは、エバさんです。今日はですね、こちらの、帰ってきたぞ、WeWillS と。帰ってきたというわけではなくて、一回返品をして買い直したので、新しい子なんですけども、WeWillS について、カメラを載せるところと、スマホのアプリですね、簡単にちょっと動かしてみるっていうのと、それから、前回の不具合のあった個体とどう違うのか、それに関してお話をしていこうと思います。じゃあちょっとセットアップをしていこうと思います。まずは WeWillS の、三脚をですね、つけて開いておいた状態ですね。こんな感じになってます。この三脚をさせる穴がついているのが、右側に来てます。その状態で、ここのつまみですね、鍵が開いた方のマークの方に1回ずらします。よいしょ。そうすると、下にカチッとずれるので、これをまず向こう側にですね、ちょっと動かした状態でもうこのスイッチ元に戻してしまって大丈夫です。戻してしまって、そのままある程度までいくとカチッと止まります。で、今度はここですね。ここにも同じく赤いスイッチがあるので、こちらも同じく、カチッと落とします。でちょっと今回も、ケーブルつけてしまってますので邪魔なんですが、こちらも垂らしたまま。でこちらもスイッチを元に戻してしまって、こちらをですね、ある程度伸ばしに行くとカチッと止まります。これが基本形になります。そしたら次は、一旦ちょっと外してみましょうかね。つまみを緩めて。で、こちらですね。こちらの、プレートと、こちらのカメラの裏につける。ちょっとアップになっちゃう。このプレート。これがくっつくっていうのはきっといいですよね。こちらを押し込んだまま、こうセットをするとこれがくっつくということで、通常は、こちらをこの台の方に、こうして、入れておくと。で、ここのつまみをギュッと締めると、ここが動かなくなるので、そしたら、カメラを載せます。で、載せるときに、今、こちらの 35mm の F1.8 なんですけど、キットレンズの2470なんかをつけている場合には、レンズ振動式なんで、撮影するポジションにしてから載せてバランスを取っていくと。あと、キャップも外してバランスを取っていくっていうのが大事ですね。で、一旦載せます。よいしょ。カチッと乗っかって、で、乗っかったらここのつまみですね。こちらをちょっと押して回すと、ギュッと締まるので外れなくなります。そしたら今度はバランスを取っていきます。まずはこのカメラの奥ですね。奥にあるまたこの赤いスイッチ。赤いスイッチを、こちらですね。こちらの赤いスイッチを解除して、こんな感じになるんですけど、ちょっと見てもらっていいですかね。このスイッチの位置っていうんですかね。これが、この辺ですね。ここ全然隙間空いてるんですけど、これでもう結構キュッと締まった感じで、縦にしても全然落ちてこない。やっぱりサポートの人の言うことは正しかった気がしますね。初期不良だったということかなと思います。で、こちらを、後ろに倒れるんで、前の方に持っていくと。で、今度前に倒れちゃうんで、後ろに持っていくみたいなことをして、で、大体バランスしたらキュッとしてしまうと。いいですね。そしたら今度はこちらの
赤いスイッチをカチッとすると、はい、今度向こうに倒れちゃうんで、ここを緩めて、ここですね、ここの、はい、ここのレバーを緩めて、今度こっち側に持ってくると。よいしょ。なんとなく良さそうな雰囲気ですね。はい、そしたらレバーをキュッとすると。はい、そうすると、まあこんな感じに、はい、なるんですね。で、実際は、これだけじゃ済まなくてですね、まあこちらの、ここですね、ここのスイッチを緩めて、で、ここを上下に変えたりとか、っていうことをしていきます。はい。ただそれはもう感覚的に結構できると思うので、そこの部分と、あと、この裏ですね。こちらの裏にいる赤いスイッチを緩めて、はい、ここの部分は、ちょっと斜めにして持ってみて、今こんな感じにちょっとずれちゃう場合には、よいしょ。はい、この下の、こっちを緩めて、今、こっち側にスライドしたんで、ちょっと逆というか左側に移動してあげて、で、こう、今度前に置いちゃいますね。そしたら、もう一回ちょっと後ろにっていうのを延々繰り返す。よいしょ、感じですね。はい。まあ、斜めにしてるんですけどね。斜めにしても動かなくなったのと、まあ、どの位置に持っていっても止まるようになったんで、まあ、基本これでセットアップは OK ですね。はい。そうしたらですね、今、ここにですね、D7000 を載せてます。で、D7000 自体は対応してないので、録画はできないんですけれども、はい。スマホの連携ができるのをちょっとお見せしたいので、ちょっとやってみますね。で、スマホの、どうやるんだっけな。まあ、はい。こんな感じですね。スマホを操作すると、まあ、そのまま動くのと、あとは、はい、シンクにして、これいいのかな？はい。こんな感じですね。はい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 。スマホの傾けたものと同じように動いてくれるので、実はこの WeBillS って、追尾、オブジェクトの追尾っていうものがオプションをつけないとできないですけれども、まあちょっとWeBillS をその辺に置いて、で自分が歩きながらちょっとこうやって動かすみたいなことは、まあスマホでもなんとかなるのかなみたいな、ちょっとなかなか難しいかもしれないんですけど、操作は結構難しいですね。はい。まあ、このスピードを変えたりとか、あとは、もうちょっとスムースにしたりみたいなこととか、あとここから録画のスタートとか、そういったこともできるみたいですね。あとここにバッテリーですね。まあ、どのぐらい残ってるかとか、そういったところも表示されているので、はい。で、まあ、シンクモーション切ると、まあ、動かしても動かなくなって、これなんだっけな。はいはい、これで正面向くんですね。一旦ちょっとまあ、傾けて、はい、横を向けてたものを、これピントだった。正面向けるのはどうすればいいんだろう。これかな。正面に向けたいぞ。向かない。ちょっとやり方がわからないですね。はい。まあ、こんな感じですわ。は
はい。あとは、こういった動かすとちょっと遅れてついていく、モード、パンフォーカスですね。このいい感じにいくモードと、あとは、ここの、はい、モードをロックモードに変えると、はい、同じ方を向き続けるみたいな。はい、ずっと実はですね、散歩動画をこのロックモードで撮っていて、で、コントローラーで、手元についている十字コントローラーで、こうやって向きを、これだ。はい。向きを変えたりしてたので、カチカチっていうような音が結構入ってたと思います。で、最近はこの、はい、この、よいしょ。ちょっと遅れてついているモードですね。こちらを覚えたので、もうちょっとスムーズに曲がり角とかを曲がれてるように、これからなります。はい。で、あとは、ロックモードにしていても、この人差し指のところですね。これをカチカチっとやると、はい、正面向くと。ジンバルによくある動作なんですけど、はい。こんな感じで動きますと。で、この D7200 と、シグマの、DX 用のレンズの、1750 2.8 ですね。こちら結構重いレンズで、こうやって今持っててもかなり厳しいぐらいの重さなんですけど、それでも結構平然と、はい、しているので、本当パワーはあるなと。はい。ただ、対応してないんでね、これを載せて録画しようとしても、確か、この間試した感じだと、PC モードみたいな感じで、この USB の先につながっているものに録画をしようとしてしまって、で、もちろん、WeBLS 録画機能がないんで、録画ができないと。録画してる気持ちになるけど、録画できないっていう悲しい感じの状態ですね。対応してないんで。はい。という感じです。はい。WeBLS 自体はすぐ買い直したんですけれども、天気ですね。日本は梅雨があるので、この梅雨のせいで、なかなか出かけられなくて、実際に、乗っけて撮影に行くっていうタイミングがなかなか取れなくて、一回は、乗っけて撮りに行ってから、どうでしたっていう話をしたいなと思ったんですけど、実際その乗っけたっていうことでどうってこともあんまりなかったっていうのが真実なんですけども、ただ、やっぱりですね、ここのつまみですね、ここのつまみの位置が全然違ってですね、前はピタッとくっついてしまっているにもかかわらず、緩い状態だったんですけど、ここは隙間が空いちゃうぐらいですね。それでキュッと結構きつく締まる。実際こんな感じにずれちゃうぞっていう人がいたら、一回サポートに相談をした方がいいかなっていうふうに思いますね。いかがだったでしょうか。実際は、カメラを載せてからダイヤルで、まずキャリブレーション、カメラのメーカーニコンだぞっていうことを指定をしてやると、都合がいいです。はい。そちらはちょっと触ってもらえばわかると思うんでね。キャリブレーションオートをやるっていうのと、カメラメーカーのニコンを選ぶと。ニコンじゃない人はニコンじゃないと思うんですけど、それをやってあげればいいと思います。WeBLS がいいところはやはり、この持ち手ですね。はい。持ち手をこっちにつけて、こう持つと。で、ちょっと斜めにして、これの時点でかなり握力とかあんまりなくても持ってられるんですね。で、そのまま、自分の場合結構ローアングルで狭い道を取るっていうことをしているので、ローアングルから持って、撮影するというのがかなりいいですね。はい。ただちょっと、微妙な角度にすると、Z6 の、ファインダーを除いたっていう風に勘違いされることがあって、で、Z6 でファインダーを除くと、手前の、モニターはオフになるので、ある瞬間、ちょっとその画面が暗くなってどこを撮っているのかわからないみたいな角度が存在してしまいます。Z6 のEVF の除いた時の動作も設定はできるので、
それちゃんとやれば、問題はないですけども、それはたまにちょっと気になるかなっていうところですね。で、実際、写真撮りに歩くときなんかは、EVF 除いたらディスプレイの電源切ってもらった方が電池の持ちがいいので、って言っててやっぱ気づきましたね。カスタム設定というか、ユーザー設定の、外歩く時のモードの時の EVF の設定、覗いた時の設定を変えとけばいいんだなってことに今気づきました。今度変えます。はい。また、はい、早く梅雨が明けて、取り歩けるようになるといいんですけれども、はい。で、実際にこちらの新しいですね、機体にしてから歩いたもの、まだ編集してないものがあるんで、そちらを出していければなと思うんですけども、引き続き撮影してて気づいたこととか、そういったことをお話しできればなと思いますので、ちょっとでもいいなと思ったら、チャンネル登録、あと高評価ボタンですね、押してもらえるとめっちゃ嬉しいです。はい。じゃあまた次の動画で。はい。はいはいはい。ちょっと重いんですよね。DX で結構この重さっていうのに戻ってくると、やっぱりこの Z6 の軽さ、いいですね。